入れ替わりは本当なのか。探訪も部屋扱いしてる。そのタロットカード通しかないんじゃないか。誰が犯人だ。みんなに見つからない場所を知ってる。12人を犠牲に1人選んでる。あなた飛べるだけじゃないんですよね。こいつアリバイわかるでしょ。もう一回投げ飛ばすとかしないよな。マジを守ろうとしたのか。どっちも手下げてる。これまでみんなを見てきて、リーダーはエマちゃんがいいと思ったわ。僕？みんなを引っ張ってくれるのはあなたよ。反対の人はいるかしら。異論の声は上がらなかった。みんな、僕のこと嫌じゃないんだ。そうなの。チームの中心として耐えられていることで、エマの表情が自然とほころぶ。じゃああれやります？手を重ねて、ケッキグループのリーダー消えたもんね。そんなお寒い行動よく思いつきますわね。あら、私は賛成よ。思いを一つにする儀礼は必要だと思うの。マーゴは妖艶に微笑み手を前へと差し出した。頼りにしているわ、エマちゃん。エリー・メリルがマーゴに手を重ねると、しぶしぶハンナ方が続く。ミリアもおずおずと誰にも触れないようにそっと手を重ねた。誰にも触れないように。入れ替わりは本当なのか。エマは一番上に手を置いた。絶対にみんなで生きてここを出よう。僕らは誰のことも裏切らない。約束。少女たちは手を重ね思いを束ねた。すごく気持ちが強くなった気がする。入れ替わってそのまま死んだりしないよな。じゃあ早速、作戦を。エマが張り切って口を開いたところで、アーアンがへなりとその場にしゃがみ込んでしまった。アーアンはいつの間にかみんなの輪から外れて青ざめている。具合が悪そうだ。アーちゃんどうしたの？大丈夫？体調悪い？アーアンは無言でただ首を振る。また貧血でしょうか。一度医務室へ連れて行った方がいいかもしれません。ちょっと疲れた？城ヶ崎ノアと関係なくアーアンは体調悪いのか？アンアンちゃんは体が強くないみたいだし、きっと心も消耗してるよね。それにミリアさんも、具合が悪そうです。ミリアは驚いた様子で後ずさりブンブンと首を振る。体調悪くなんかないよ。全然平気。おじさんは元気だよ。ずっと気になってたんです。ミリアさん、すごく肩が落ちていて、心配で。なんでおじさんなの？いつも疲れてますよね。ずーって、体重そうで。体が重そう。それは、おじさん仕草が染みついて常にくたびれちゃってるんだよ。おじさんなの本当に。今日こそ、看病させてください。メルルはじりじりと涙目で迫っている。無理するのは良くないよ。二人は医務室で休んできて。ありがとう。夫がいなくてごめんね。中身何なんだ？黒幕ではないけど、メルルに付き添われてアーアンとミリアがラウンジを出て行った。レッドここもいなくなった。残ったメンバーはエマとシェリーとハンナ。そこにマーゴだけだ。皆さん、やる気あるんですの？まあまあ、昨夜の疲れもあるよね。悠長にしてはいられないと思うけど。ミリア、おじさん自分の欲で入れ替わってるから悪いことしてるよね。エマの心に引っかかっていたのは行方不明になる前のナノカの言葉。時間がないって、何かタイムリミットがあるのかな？ナノカしか知らない情報でもあるの？だとしたら、早く何とかしなきゃ。一旦は僕たちだけでも脱獄計画を話し合おう。それが良さそうね。少人数の方が話はまとまるでしょうし。でももうすぐ自由時間終わっちゃいますね。ままなりませんわ。なら、夕食後の自由時間に一度このメンバーで集まりましょうか。ちょっと見てほしいものもあるし、私の部屋に集合するのはどうかしら。何か集めてるの？マーゴちゃんの部屋って地下の？狭い官房だけど4人くらいなら入れるかな？マーゴちゃんと同室のナノカちゃんはいないし。マーゴはうなずく。それから思わせぶりににっこり笑みを浮かべた。ぜひ私のお部屋へ招待させてちょうだい。探訪も部屋扱いしてる。夕食を手早く済ませ、エマ、シェリー、ハンナはマーゴの棒に向かった。なんでマーゴちゃんの部屋なんだろうね。マーゴさんはナノカさんと同室。何かそれが関係しているのかもしれません。そういえば、マーゴさんの部屋は目隠しされていますわね。マーゴの部屋、中の状況わからないの？そういえば、マーゴちゃんたちの部屋の方は、中を見たことなかった。どこかから布を調達したのか、カーテンみたいなのがかかってた気がする。デコレーション大丈夫なの？マーゴの棒の前にたどり着くとやはり布で覆われ、中が見えなくなっていた。マーゴちゃんいる？エマがおずおずと声をかけると中から声が聞こえてくる。いらっしゃい。空いているからどうぞ入って。エマたちはカーテンを託し上げ中へと入っていった。作り込んでるな。どういうことで上がりますの？探訪内は全面をカーテンで覆われ、まるで占い師の館のような変貌を遂げていた。その室内中央でテーブルに肘を置いたマーゴが怪しげに微笑みかける。狭いところでごめんなさいね。これはマーゴさんの魔法でしょうか？劇的なビフォーアフターみたいな感じの。魔法と関係あるの？違うわよ。
時間はたっぷりあったでしょ。過ごしやすいようにリノベーションしたの。前々から趣味で占いをやっているの。趣味というか商売かしら。私お金を稼ぐのが好きだから。人の心読んだりしないよな。一体どうやって？この牢屋敷にあるものを借りてきてね。簡単だったわ。あなたたちもやってみたら？テレパシーってか人の心読むのはさすがにないか。そんなのやばいもんな。このお部屋を見せたくて、私たちをここへ呼んだのでしょうか？それもあるけれど、監視カメラを警戒しているの。監視カメラあったの？監視カメラが設置されていますの？マーゴは首を横に振る。ナノカちゃんと協力して数日、牢屋敷中を探し回ったけど、監視カメラが設置されている痕跡はどこにもなかった。ただ、私たちは囚人としてここに捕まっているのだから、常に見張られているという自覚はした方がいいわ。ここは通路からの目隠しもしてあるから、秘密のお話をするときは、ここを使えばいいと思って。こんなの見るからに怪しいでしょ。そのためにここに呼んでくれたんだ。マーゴちゃんって思ったより親切だな。それは別として、私の占いね、すごーく当たるって評判なのよ。よければあなたたちも占ってあげるわ。もちろん有料だけど。有料なの？宣言撤回。マーゴちゃん商売始める気だ。取るものないでしょ。捕まってるんだからさ。マーゴの占いをエマは受けてみることにした。受けたらダメなの？受けたら当たるのから。この先死ぬみたいなこと言われちゃう。マーゴの占いをエマは受けてみることにした。せっかくだし、占ってもらおうかな。そう来なくちゃ。艶やかに笑うマーゴに、ハンナがうろんな目を向ける。なんだか、うさんくさい雰囲気が満載ですわね。あら、心外ね。大丈夫よ。さっきも言ったけど、本当に当たるって評判なんだから。でも、お高いんでしょ？私たち、お金なんて持ってませんが。そうね。それじゃ、特別に初回サービスで貸しにしておきましょうか。体で支払ってもらっても構わないけれど。体で支払うってどういう意味？マーゴが目を細めエマたちを見つめる。体でってどういうこと？意味はご想像にお任せするわ。ちょっとエマさん、やっぱりやめといた方がいいんじゃありません？人身売買しないよね。ハンナは怯えたような様子で自分の体を抱きしめた。そうだね。ごめんマーゴちゃん、占いはなしで。あら、もうキャンセルは不可よ。え？だってもう占っちゃったもの。早すぎない？マーゴはクスクスと笑いながら3枚のタロットカードを卓の上に並べた。3枚のカードが過去、現在、未来を示しているの。まずは1枚目。過去は塔の正位置ね。これは前と同じ結果かしら。同じだね。エマとシェリーが顔を見合わせる。殺人事件なんて起こるはずないよ。マーゴは1枚のカードをエマとシェリーにかざしてみせた。塔の正位置。近い未来、誰か死ぬわ。また塔出たの？そのタロットカード塔しかないんじゃないか？確かに以前と同じカードだった。あの後、本当に事件が起きてノアちゃんが。信じたくないけど、当たってる気がしちゃうかも。2枚目は現在のカード。月の正位置。さっき1枚目か。予期せぬ危険や先の見えない状況に不安を抱く。といった意味合いのあるカードね。今不安を抱いてる状態だよね。今の私たちにはぴったりだと思わない？そうかもしれない。また事件が起こるのではないか。誰かが誰かを殺したり処刑されたり、そんな不安に包まれているのは間違いだよ。最後のカードが示すのは未来。悪魔の正位置ね。魔女か。嫌な内容しか想像できませんわね。魔女になるのか。顔をしかめるハンナにマーゴがうなずく。残念だけれどそうね。友人を失う、裏切り、憎悪、嫉妬心、破滅。正位置だと悪い意味が多いわ。破滅だな。破滅？深刻な表情でつぶやくエマにマーゴは肩をすくめる。不安にさせてしまったならごめんなさいね。でも本当にそういう未来が訪れるとは限らない。未来のカードは警告という考え方もできるわ。これからの行動次第では未来はいくらでも変えられるかもしれない。マーゴちゃん、そうだよね。ありがとう。僕たち頑張るよ。絶対当たるでしょ。そうね、頑張って。マーゴの占いを終えてエマたちは部屋を後にした。頑張るとは言ったけど、やっぱり気になっちゃうよね。裏切りって僕たちの誰かがってことなのかな。エマはシェリーとハンナに散られた目を向ける。もしこの二人が
嫌だな。そんなの考えたくもない。マーゴに乗って疑心暗鬼にさせられてる。エマさん、どうかしたんですか？点に気づいたシェリーがエマに声をかける。エマさんも占いを気にしてますの？じゃあ、ハンナちゃんも？過去や現在の占いが当たっているように感じてしまうと、やっぱり。だよね。なんか無視できないっていうか。もしかしたら、と、マーゴの言葉にはそう思わせる不思議な説得力がある。そんなに気にしてもしょうがないんじゃないでしょうか。シェリーちゃんは不安にならないの？正直マーゴさんの占いはバーナム効果みたいなものだと思うんですよね。あまり占いを信じてないんだ。なんですの？つまり、今この状況に当てはまりそうな内容を言い並べているだけと言いますか。それが占いだよね。例えば、近い未来に誰か死ぬっていう占いですけど、あの状況ならみんなが不安に感じていたことだと思いませんか？いきなり収監され二階堂博が死に殺人事件や魔女裁判の話をされた。きっと誰もが不安を抱いていただろう。そう言われてみると確かに。さっきの占いも同じです。先行きが不透明なのは単なる明白な事実。未来に関しても現在の状況からすれば不安を煽るような内容を信じてしまうのは無理ないですもんね。すごいセリーちゃん、さすが名探偵だよ。というわけで、あまり気にしない方がいいんじゃないでしょうか。気にする人もいるんだよね。お気楽女ですわね。シェリーの言葉にうなずくエマとは対照的に、ハンナは呆れたように息を吐いた。占いがあいつの魔法って可能性もあるでしょ。あのカードで占った内容は必ず現実になるとか。こんなことある？それはちょっと飛躍しすぎでは？余地に近い。それにカードを使った魔法っていうのは本人が否定していたような。シェリーから質問された時、マーゴは明確に否定していた。まさかそれすんなり信じてるんですの？ハンナはありえないといった表情を浮かべる。特に疑問には思わなかったけど。とんだお人よしですわね。いえ、もしかして嘘を信じさせる魔法？信じさせる魔法？何でも魔法って言い出したらもうキリがないですよね。それはそうだね。さっきの犯人みたいね。だけど可能性はありますでしょ？あれ？なんかちょっと言い合いみたいな空気になってる？喧嘩になってる。少し気まずい空気のまま脱獄計画についても話し合えず、そのまま自由時間が終わってしまった。この時生じたわずかな不安は徐々に確実に大きくなっていく。マーゴの占いを気にするあまり、ハンナはやたらと周囲を疑うようになってしまった。あいつが裏切り者なのではないか。いつ殺すか機会を伺っているかに違いない。もしかしたら食事に毒をもらえるかも。最初はエマもシェリーもハンナ本人ですら軽い被害妄想のように感じていた。シェリーも感じてるんだ。実際にハンナが食べようとした料理に針が紛れ込んでいる。そういう事件があってから事態は急変した。ハンナは誰かと目が合っただけで自分は憎まれている。次に殺されるのは自分なのだとわめくようになり、やがて再び殺人事件が起きた。魔女裁判が開かれ、少女たちが議論を交わし、犯人を導き出す。なんか始まったぞ。誰が犯人だ？心の底から辛そうにエマは犯人の名を告げた。ナノカちゃんを殺した犯人はハンナちゃん、君だよね。ナノカを殺したの？しかも犯人がハンナちゃん。銃を持っていたじゃありませんか。怖いからでしょ？こちらを殺そうと狙っていたに違いないですわ。先にね。だから私が先に。ハンナさん、そんな。投票によりハンナの処刑が決まり執行される。どうなっていくんだ？勝手に進んでるけど、楽しみにくれるエマとシェリーの姿を目に、ひっそりと刺激的に微笑む少女が湧いた。やっぱりいいわね。可愛い子たちが破滅していく様って。何考えてるんだ？こいつ黒幕のように見えちゃうぞ。破滅を見たいのか？占ってあげるわ。これはまずい。断る。もちろん断った。マーゴの官房での占い営業をなんとか逃れ、エマたちは脱獄しながら部屋を後にした。恐ろしい目に遭いましたわ。お金がないなら体で支払えたなんて。うなずいちゃったらそこからずるずる絞り取られそうだったよね。シェリーがハッとした表情になる。で、私たち全然脱獄計画練ってませんね。練ってないね。もうすぐ自由時間終わってしまいますわよ。でも、牢屋敷の中には監視カメラがないとかの情報は増えたし、明日こそちゃんと寝ろ。脱獄しつつ3人は通路を歩き出す。でも、マーゴさんのあり方が一番正しいかもしれませんね。何のことですの？ストレスが溜まれば溜まるほど魔女化に近づく。それなら、ストレスのない生活を送ればいい。マーゴさんを見ていたら、彼女はありのまま自由に生きていて魔女化しそうにないなーって思って。確かに僕らは常に強いストレスを受けながら生活してる。この状況を楽しんでる。不快感、焦燥、恐怖、怒り。それらの感情はひたひたと常にエマたちにつきまとう。魔女化が進めば進むほど殺人衝動も高まる。そうか。僕らはここで過ごす日数が経つほど魔女化が進んでいる。だからナノカちゃんは時間がないって言ったのかもしれない。それだったら一番ストレス溜まってんのなのかだよね。そうですね。そして
殺人衝動が高まっているナノカさんが行方をくらましている。殺人衝動高まってるのなのかは。次に出てくるのは殺人者としてかもしれませんね。姿出さないんだ。ハンナは青ざめプルプルと震え出した。そんな、あんな銃を持っていたらひとたまりもありませんわ。返り討ちにする方法もありますよ。見かけたら即ぶっ潰してしまえばいいんです。銃をぶっ潰す？ちょっとシェリーちゃん、あれ？私何か変なこと言っちゃいました？魔女になってるなら簡単に死なないですし、殺人にはならないから大丈夫かなーって思ったんですよ。魔女になっているから殴ろうとしてるんだ。魔女相手でもちょっと動きを止めることくらいはできるかなーって。まだナノカちゃんが魔女化してるとは限らないよ。ただ悲観的になっているだけかもしれない。確かに。反撃はちゃんと確証を得てからですね。気をつけます。たまにシェリーちゃんの言うことが怖い。ナノカのことは今も懸念であったが、発見されたという報告もない。ナノカちゃんは原始の魔法でこの施設の情報を得ているって言ってた。みんなに見つからない場所を知ってる？僕らの知らない隠れる場所を知っていてもおかしくない。でも、極長や看守の監視の目を何日もかいくぐれるものなのかな。過去の魔女の力使えるんじゃない？少なくともエマたちは監視されている状況下で定められた規則に従うほかない。そろそろ今日も極長の普通値が入る。エマたちは結局規則通りに自分の官房に戻るしかなかった。図書室。翌日午後の自由時間、エマたちは再びマーゴに呼ばれ図書室を訪れた。ミリアとアン、メルルは来ていない。しかし、昨日のメンバーに加えてココが来ていた。ココは少し離れた場所で椅子に腰掛け、ダルストーンにスマホをいじっている。マーゴちゃん、今日はなんで図書室に？そんなに警戒しないで。今日は営業じゃないわ。図書室の本を調べて回ったのだけど、興味深いものを見つけたの。みんなにも見てもらおうと思って。それ、血文字の警告じゃないの？先輩からのメッセージ？マーゴちゃんって悠然としてるように見えるけど、実はすごく行動力があるのかも。この監獄に捕まってからマーゴが一番精力的かつ有意義な行動をしているように見える。僕よりマーゴちゃんの方がしっかりしててリーダー向きなんじゃ。エマはその考えを追い払うように頭を振った。今はそんなこと気にしててもしょうがない。せっかくマーゴちゃんが協力的になってくれたんだ。興味深いものってなんだろう。この本よ。マーゴが机の上に置いたのは豪華な装丁のとても分厚い本だった。魔女のことが記された本なの。今のところこの本以外で魔女のことを記したものは見つけられていない。よく本読めるな。ほうほう、どれどれ？ペリーが本を開き、ページをペラペラめくるとハンナは慌てた。あなた、乱暴に扱わないでくださいまし。本が破壊されてしまいますわ。もしかしたら破ける可能性あるな。私のこと何だと思ってるんです？それにしても、この本私には読めないみたいです。これに置いてある本ほとんど読めないよね。エマも興味津々に本を覗き込んだ。どう？不思議な文字でしょ？これマーゴにしか読めないのか。すごいアドバンテージじゃない。むちゃくちゃ情報仕入れられるでしょ。マーゴちゃん、まさか解読できるの？いいえ、できないわ。予想で言ってる？マーゴは愉快そうにクスクスと笑う。ただこの本、図解が多いの。だから魔女について書かれているって分かったのよ。絵を見て判断した。ほら、これなんかは私たちの魔法について書かれてるんじゃないかしら。魔女でたくさん囲っていて、中央は大魔女かな。12人の中に1人の大魔女がいる。浮遊してる人いるな。13人ってのは重要なのか。12人を犠牲に1人選んでる。あ、本当です。この絵の女の子、ちょっと浮いてる。古びたイラストで図解されている少女が宙に浮いていた。そしてその隣の絵では対空を滑空しているように見える。ね、興味深いでしょ。私たちの魔法がどう進化するか読み解ける。過去に事例があるのか。この本の情報が正しければ、私の魔法は強くなったら、もっと上空を飛べますわ。王のハンナさん、あなた飛べるだけじゃないんですよね。なぜか人の頭はねじれるんですよね。ハンナちゃんの魔法が強くなったら、塀を越えられるかもしれない。塀を越えるどころか殺傷力の高い魔法になるからな。でも、魔法が強くなったら魔女化が進むってことですよね。そうでしたわ。枯れ果てにはなりたくありませんわ。なんで慣れ果てになるんだよ。殺人衝動も高まって私たちに危険が及ぶ。おすすめはしないわね。ダメか。エマはがっくりと肩を落とし、何かヒントが見つけられないかと再度本を見に落とした。慣れの果てになるけど、大魔女はコントロールできてるのかな。するとたくさんの魔女が手をつないで囲み、いかにも偉そうな魔女が降臨している風の図解だった。この人は魔女のリーダーみたいな存在なのかな。おそらくそうでしょうね。一般的な伝承でも魔女にはリーダーがいる。すべての魔女を統治する大魔女。この図解はサバトかしら。魔女たちが大魔女を呼んでいるように見えるわね。サバトって何？文字さえ解読できたら
もっと詳細に内容がわかりそうなのだけど。大魔女か。もしかして黒幕がそれなのかな。エマの頭の中に思い浮かんだのはミリアの姿だった。それを慌てた様子で振り払う。なのかちゃんが疑ってるだけだし、ミリアちゃんが黒幕って決まったわけじゃない。この殺し屋で大魔女を生み出そうとしてるのかな。ハンナちゃんの魔法は難しいけれど、魔法を使えば脱獄は可能かもしれない。その話し合いがしたかったの。そうだね。改めてみんなの魔法を確認してみよう。で、ごめん。僕は僕自身の魔法が何なのか分かってないや。はいはいと元気よくシェリーが手を挙げた。私は力が強いです。わかりやすいね。ただ、誰かの魔法でもかかっているのか、あの塀は私の力を持っても壊せません。登るのも不可能でした。登るのも無理。それも力なのか。マーゴさんの魔法は何なんでしょう。マーゴは軽く息を吐き、肩をすくめた。私は自分の声を自在に変えられるの。え？例えば、声を変えられる。僕は桜庭エマだよ。すごっ。でも見た目は変えられないんだな。マーゴから発せられた声は完全にエマの声だった。これ信頼してるのか？その場にいる全員がギョッとする。ただマーゴは憂いげな表情だ。こんなモノマネみたいな能力でごめんなさい。脱獄には全く使えないでしょ。人になり変わるのやばいぞ。余計にややこしくなるぞ。この声で悪口言ったらやばいでしょ。マーゴは自分の能力も気に入っていないらしい。エマたちもコメントに困った顔だ。何に使えばいいかわかんないもんね。電話越しでなんか話すぐらいでしょ。すると遠くからケラケラと嘲笑してきたのはここだった。マジ？配信受けしそうじゃん。モノマネ芸人になれば。配信で声で騙すそうだね。人の能力を嘲笑うなんて、あなたは相当すごい魔法の持ち主なのかしら？あちしの魔法は、千里眼。千里眼？その状況を得るの？じゃあ、城ヶ崎分かんなかったの？ここはいつもと違い、どこか思い詰めた様子で立ち上がる。何か条件ある？千里眼ですって？私たちのことを常に監視を。配信見てる人の位置がわかる。ただし、あちしが見えるのはあちしのことを見てるやつに限る。それは映像のカメラ越しでも活動する感じなのかな？配信でも写真でも、とにかく沢渡ココを認知してたら、あちしも見てるやつのことを俯瞰できるってわけ。じゃあこいつアリバイわかるでしょ？配信見てた時。でもその時は意味ないもんね。前の事件は、その前に事件起きてたから。なんだ、よかった。驚かさないでくれるかしら？写真見てても居場所わかるんだ。だからココちゃんは、よく配信をしているのか。じゃあ意図しない場所に写真を置いとけば位置把握できるよね。配信さえ見てもらえたら、どこの情報だって見放題なんだけどね。写真でもバレるのやばくない？使えねえんだよ、このクソ魔法。配信したって誰も見ないんじゃさ。唐突に激高したここにエマたちはびっくりと肩を揺らした。いい方法でも見つかったのかと思って来てみたら、かったんない話はばっか。あてしの魔法も、あんたらの魔法も役立たず。それでどうやって外に出るんだよ。早く方法見つけろよ。あてしはこんなとこから早く出たいんだよ。それは、みんな同じ気持ちですわよ。千里眼覚醒したらどうなるんだ？マジで全員の行動わかるでしょ。うっせえわ。あてしは本気で出たいんだったの。繁殖を起こしているここは、チタンダを踏み、くしゃりと顔を歪ませる。あてしは、早くここを出たい。これ動機になっちゃってるよ。早く出なきゃ。何が待ってる？普通なつぶやきを漏らし、ココは引きビスを返して出て行った。ココちゃん、心配ね。ずいぶんストレスが溜まっているみたい。みんな限界なんだ。いつ誰が魔女になってもおかしくない。でも、マーゴちゃんのモノマネも、ココちゃんの千里眼も脱獄には向いてない。トリックには使えそうだけどね。エマはもう一度頭の中で少女たちの魔法を探していく。マーゴのモノマネ、ココの千里眼、ナノカの原子、シェリーの怪力、ハンナの冬、メルルの治癒、ミリアの入れ替わり、アンアンの洗脳、アリサの発火。全員判明してる？みんなの魔法は大体把握できたけれど、脱獄できそうな魔法なんて、やっぱりハンナちゃんの冬以外には。エマはなんだ？開かれたままの本のページがエマの目に飛び込む。そこには大空を自由に飛ぶ魔女の姿が書かれていた。僕らもこんな風に自由に空を飛べたら楽しいんだろうな。でも、僕らはその分科学を発展させて、空を自由に移動できる。あ、どうしました？エマさん、脱獄方法、見つけたかも。ひらめきを得たエマは前のめりになって少女たちに向けて語り出した。やっぱりこの塀、高いですね。破壊できればいいんですけど。もう一回投げ飛ばすとかしないよな。翌日、牢屋敷の外に出たメンバーは塀の前にやってきた。大勢で動き回るのは目立つので、来たのはエマ、シェリー、ミリアンさんに。ミリアは何かみんなの役に立ちたいと勢い込んでついてきたのだ。信頼は痛いのかな？試しにもう一回殴ってみていいですか？ダメ。感謝が来ちゃうから。音を立てるとバレるのか？どうして壊れないんだろうね。特殊な素材でできてるわけでもないのに。国の陰謀か、はたまた誰かの魔法じゃないでしょうか。
花畑の方にはずっと虹がかかってるし、この牢屋敷は不思議なところがいっぱいある。ずっと虹がかかってる。空は変わってないの？暗くなったりするよね。ドームの中にいたりとかしないよな。これまで捕まってきた少女たちの魔法が残ってるんじゃないかと思うんだ。そんなことある？そうなると、死後も魔法の効果は永続的ってことになりますかね。物に魔法の力を込めてたりとかあったんだよ。これまで捕まってきた少女たちは、ほぼ死んでいるでしょうし。怖いこと言わないでよ。全員死んでる。本当に、この塀は何なんだろう。エマが思考にふけっている間に、ミリアとシェリーは塀から離れ歩き出していた。それでも気にかかってエマは改めて塀をじっくりと眺め回している。すると地面近くに刻まれた落書きがあることに気づく。大昔、大魔女がこの塀に魔法をかけた。どんな魔法も物理的な干渉も受け付けない強力な魔法。大魔女は魔女を守りたかった。一体何から？魔女を守ろうとしたのか。原始で見えたのはここまで囚人記録。この走り書きは最近になって書かれたもののようで、滲むインク跡が新しい。何らか書いてるのか。原始って、なのかちゃんがこれを？情報を残してるのか。大魔女はどんな存在だったんだろう。大切な情報な気がする。魔女図鑑にメモしておこう。何大魔女作ろうとしてんの？エマも塀から離れ、ミリアとシェリーに追いつく。監視フクロウの目が届かない場所を探すんだよね。あっちの方はどうだろう。ほら、木が深く茂ってるから結構死角は多そうだよ。今のメモ。大魔女はどんな魔法も物理的な干渉も受け付けない塀を築いた。魔女たちは何かから守るためのようだが目的不明。どう思います？ミリアさんのこと。シェリーがエマの隣に並び、こぞりと耳打ちした。ミリアちゃん？黒幕かもしれないって思います？全然そんな風には見えないけど。でも、中身がおじさんなの内緒にしてましたよね。怪しいと思うんですけど。おじさんは真実なんだね。懸命に監視から死角になる場所を探すミリアにシェリーは近づいていく。ここなんかいい感じかも。茂みに隠れられそうだし。ミリアさん。なんだい？あなたはどうしてミリアさんと入れ替わったんですか？シェリーちゃん、いきなり切り込みすぎ。気になる。気になって仕方ないんですよ。教えてください。なんで女の子の体を奪ったんですか？何か願望があったんじゃないの？それは、まあ、いろいろあって、あんまり言いたくないかな。そんなことより、ほら、脱獄の計画を進めようよ。おじさん張り切っちゃうよ。あ、ほら、あっちに行ってみようっと。もうミリア、何回も入れ替わってんじゃない？わざとらしい声を上げ、ミリアは逃げるように走っていった。シェリーとエマは目を見合わせる。怪しいですよね。否定できないかも。エマたちが若干距離を空けつつミリアの後をついていくと、湖方面に出た。湖畔にはアリサが佇んでいた。よく湖にいるな。アリサちゃん、ちょうどよかった。探してたんだ。エマは顔を転ばせ、アリサの方へと駆け寄る。アリサにいろりと睨まれ、足がすくんだエマは立ち止まった。そういえば、アリサちゃんと和やかに話し合えたことなかった。うちはおめえらに用はねえ。こっち来んな。奥にハエ女とおっさん。不快なんだよおめえら。おっさん呼ばわりされてるな。シェリーと同じ部屋にいるから、ああいうのになってか。シェリーとミリアががっくりと肩を起こす。そんなに嫌わなくても。どっちも手下げてるな。ハエじゃなくて妖精さんがいいです。慰めるように寄り合う二人を横目に、エマはアリサへと一歩近づく。アリサちゃんに力を貸してほしいんだ。僕らの脱獄計画には、アリサちゃんが必要なんだ。うちが必要。ですです。エマさんが思いついたんです。気球を作ろうって。こんな大掛かりなことできる？脱獄のためには塀を越えるしかない。空を飛べれば簡単だが、単なる魔法は使えない。しかし気球なら上空まで行けるかもしれない。それが今の考えた作戦だった。マーゴちゃんが布を調達してきて、ハンナちゃんたちが裁縫してくれてる。我々は気球を飛ばす場所を探してます。見つかったらおしまいだからね。塀の近くで、かつ目立たないところじゃないと。フルをそこら辺飛び回ってるでしょ。そうやってみんなで力を合わせて気球作りをしてるんだ。ただ、問題は燃料で、アリサちゃんの魔法、発火なら、気球を浮かせることができるんじゃないかって。そこまでの発火の出力出せるの？指先から火出すだけでしょ。うちが必要。まっすぐで覆われていて分かりにくいが、若干アリサの方がそう待ってる。うちが必要。かけられた言葉をしみじみと噛み締めているように見える。あっさり落ちそうですね。だいぶちょろい気がします、彼女。褒められると弱いのか？シェリーがエマに耳打ちする。エマも手応えを感じ、勢い込んでさらに近づく。アリサちゃんが僕たちには必要なんだ。アリサちゃんじゃなきゃダメなんだよ。されることに弱いのか？うちじゃなきゃダメ。必要とされたいの？アリサの耳元が震えている。そう。アリサちゃんにしかできないんだよ。みんなアリサちゃんのことを待ってる。必要とされたいのになんで強気出るんだ？うちを待ってる。エマはもう一歩彼女との距離を詰めた。お願いアリサちゃん。しかしそれに合わせるようにアリサが一歩下がってしまった。まるで見えない壁でもあるかね。あれれ？それでうちを探してたってわけが。うまくいったらみんなでここを出られる。
アリサちゃんの力を貸してほしいんだよ。アリサはどこか気まずそうに背中を向けてしまった。やめときな。うちなんかに頼ったら失敗する。これ選択肢来るか？うちには無理だ。悪いな。これで気球飛ぼうとすると失敗したりとかしないよな。アリサはその場を立ち去るため、エマの横をすり抜けていく。アリサちゃん、話を聞いて。その時だった。銃。空気を裂く銃声が届いた次の瞬間、ミリアの足元に銃弾が刺さっていた。ミリア狙われてない？パンパンパンと続けざまに銃弾が撃たれてくる。殺意高いな。撃たれてる。しかも黒幕だと思って撃ってるんでしょ。黒幕じゃなかったらもう犯人明確だろ。もはや乙女の素養を失った汚い悲鳴でミリアが逃げ惑う。撃たれた死ぬ落ち着いてください、ミリアさん。当たってません。ナノカちゃん？姿の見えないナノカがどこかから狙撃してきたのだろう。エマはとっさに周囲に視線を巡らすが、ナノカの姿は見つけられない。ナノカちゃんやめるんだ。監視が来てるぞ。銃声を聞きつけたのか、遠くから監視が近づいてきている。バレるじゃん。監視はカマンを掲げて猛スピードだ。まだバレないね。まずい、逃げなきゃ。おじさん腰抜けちゃって。こんなことある？癖が抜けないんじゃな。仕方ないですね。背負っていきます。よいしょっと。軽々しく。ペリーは軽々とミリアを持ち上げ、背負いながら颯爽と走り出した。おじさんには早すぎるよ。怯えたように叫ぶとミリアは、ペリーにしがみついた。ミリアの選択肢、これ入れ替わるんじゃないか。ペリーから手を離した。ミリア殺されるんじゃないか。殺人始まるでしょ。パニックになったのか、シェリーの肩から手を離した。途端にミリアはシェリーの背から転げ落ちる。